敗作を作れなかったですか？はい。何枚か書いてみたんですけど、どれも全然失敗にならなくて。なるほど。失敗作を作るという課題を出された以上、基本的にはやりきることが必須になってきます。美大を目指すのであれば、それは忘れないように。はい。ですが、東雲さんの気づきは今回の課題において必要なものでした。東雲さんは以前、コンクールで戦える絵を描かなければと言っていましたね。はい。私には他のみんなみたいな実力はないですから、自分が持ってる武器で戦わなきゃって。その考えで描くことは否定しませんし、間違っているとも思いません。討美に受かるためには、綺麗事ではなく、周囲を圧倒するような実力、そして魅力が必要ですから。ただその考えが、あなたの絵が持っている魅力を鈍らせていると感じます。東雲さんは、自分の武器は何だと思いますか？構図ですか？世界観です。東雲さんが本当に描きたいものを描いているときは、魅力的な世界が絵の中に広がっています。ただそれは、勝たなければ、失敗したくないという思いに縛られると、あっという間にしぼんでしまう。そしてそう思えば思うほど、正解を求め、失敗を過度に恐れるようになり、無難な作品へ行き着くようになっていきます。今回失敗作を制作してもらったのは、その思いを取り払うためです。失敗しなければいけないという姿勢で取り組めば、おのずと普段は避ける実験的な表現をせざるを得ませんから。確かに私もわざと失敗するようにいつもはしない描き方をしてたかも。絵の技術には明確な理論があります。技術的に優れた絵もそうではない絵も、全ては理論で説明がつくということです。はい。しかしその一方で、絵としての正解は理論だけでは説明できません。技術的には非の打ちどころがないような絵でも、何らかの魅力がなければ誰の目にも留まりません。逆にどんなに技術的には未熟でも、誰かの心を引きつける魅力を持っていれば、それはその人にとってかけがえのないものとなります。つまり東雲さんは己の世界観を貫き通す方が武器になる。世界観を貫き通す。それって私が思ったまま描けってことだよね。でもそれでいいのかな。私はこれが東雲さんの大切な目印なんですね。はい。おはようございます。以前からお伝えしていた通り、今日は2回目のコンクールとなります。油彩でテーマは手です。それでは始めてください。手か。シンプルな課題だな。でもだからこそいろいろアプローチできる気がする。東雲さんは己の世界観を貫き通す方が武器になる。
私の武器を使って表現するんだ。私にとっての手ってなんだろう。絵を描く自分の手、あとはみんなとのつながり。私にとって大事なものだ。それに双葉、もう描き始めてる。早いな。やっぱりうまいな。まだ素描なのになんだかキラキラして見える。でもなんだろう、この感覚。どこかでそっか。前も見たことあるんだ。絵を描くのが楽しくてしょうがなかった。あの頃に。あら、エナ、今度は何を描いてるの？ちょそこのお花に止まって、お母さんダメ、近づいたら逃げてっちゃう。ほら、だから言ったのに。もう、そんなに怒らなくてもいいじゃない。でも、綺麗に描けてるわね。羽の青と黒の部分もちゃんとわかるし。でしょ？だってこの蝶々はそこが特徴だし。それくらいちゃんと表現できなくちゃね。さすがエナね。この絵、お父さんに見せてあげたら？きっと褒めてくれるわよ。ほんと？ええ、とっても上手だもの。お父さんに見せてくる。お父さんはあっちの山を描いてるって言ってた